どうもベルです。今回は、ドゥームズデイの初心者ガイドということで、ラリー部隊と駐屯部隊と移動速度特化部隊の才能の振り方についてやっていこうかなと思います。前回は野戦部隊の才能構成についてやっていったわけなんですけども、今回はラリーと駐屯、そして移動速度特化の野戦部隊の才能についてですね。また今回は、前回の動画の内容を、前提としてお話しさせていただく部分がありますので、前回の野戦部隊の、才能についての動画を、まだご視聴いただいてない方は、この動画をご覧いただく前に、概要欄にリンクの方、貼っておりますので、そちらより、前回の動画をご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、前置きはこれくらいにしておいて、早速やっていこうと思うんですけども、まずは、ラリージの才能から見ていきましょう。ただ、ラリーをするときの才能、考えていただきたいんですけども、まず、ラリーをするときって、火力が大切です。なので、騎兵で撃つんだったら、ベラスベン。そして、射撃で撃つんだったら、ルイやジュリア。あとは、対サンダーを意識するのであれば、ジョニーが、ジョニーを使っていくことになると思うんですけども、それらのヒーローを使うときって、正直、野戦の才能をそのまま使っても全然問題はないんですよ。また現状、宮本が追加されたんですけど、それでも歩兵端子でラリーって正直今撃てないです。火力こそあるんですけど、今の宮本アダット部隊の強みって、高い移動速度で高い火力を出せることなんですよ。ただ、それって、騎兵だったり、射撃のラリーだと、もうそれはそもそも前提として達成されてる項目であって、例えば騎兵のベラスベンだったら、それプラス、ラリー時のみ発動する優秀な効果だったり、あとは、ラリー相手。すなわち、歩兵部隊。あとは、シールドを持っている部隊などに対して、追加効果を、持っていたり、こちら射撃ヒーローの、ジョニーの話になるんですけど、彼はもう、サンダーチュートンの回復効果をもう超大幅に減らしていくことができるので。で、これは、ジュリアの、話なんですけど、ジュリアって、単体のダメージ効率で考えると、スキル回転速度的に、今、一番火力が高いヒーローなんですよ。なので、正直、今のアダットと宮本部隊に、それを上回ることって、ラリーだとできないんですね。なので、今回は、騎兵と射撃の、ラリー部隊の才能について、お話ししていこうかなと思います。そして、騎兵と、射撃の、火力部隊の才能って、火力部隊と言われるだけあって、火力を最優先に考えた才能構成になるので、もう正直、これでも十分なんですよね。ただ、少し、手直しすることもできますので、ご紹介していきたいと思うんですけども、まずは、騎兵で撃つ場合ですね。こちらが、前回ご紹介させていただいた、騎兵の野戦部隊の、火力才能になるんですけども、この才能の中で、ラリーを撃つ際に、不必要なものって、この一般才能ツリーにある移動速度くらいなんですよ。振り直すんだったら、この一般才能に振っていった5ポイントを、別の才能に、振り直していくくらいなんですけど、火力を上げるとしたら、このスキル才能の、両刃の剣に振るくらいなので、ほんと騎兵に関しては全然、変更しなくても OK かなと思います。では次に、射撃部隊についてなんですけど、正直、射撃もそこまで変更しなくて OK です。
射撃部隊の野戦才能は、ちゃんと移動速度も、上げていく形であれば、一般にも5ポイント振っていった、このような形ですね。になると思うんですけども、火力しか考えない場合は、こちらの両刃の剣に、振った形もあると思うんですけど、基本的には移動速度振った方が強いので、移動速度に振っている方が、多いのかなと思うんですけども、ちゃんとラリーに特化させていく場合は、この5ポイントを、確か類に今振ってるんですけども、こちらですね。こちらの、射撃の攻撃力に、振っていただいて、そうすると、もともと、1ポイント、振ってる状態だと思いますので、残り2ポイント余りますので、こちらの射撃防御に2ポイント振っていただくのが良いのかなと思います。もしくは、射撃のもう火力しか考えてない才能の、両刃の剣に振ったものを、ラリー時にも使っていただくのも良いのかなと思います。また、騎兵ラリー部隊と、射撃ラリー部隊の、才能なんですけど、あくまで、ほんと今回ご紹介した5ポイントは、あくまで必要ないポイントの有効活用ということになりますので、レベル60になってない時に振り直しをすることって、あまりないとは思うんですけども、基本的には、野戦部隊の才能構成の方で、ご紹介させていただいた順番で、スキル上げをしていただくのが良いのかなと思います。で、ここまで、騎兵と射撃のラリーについてお話ししてきたわけなんですけども、一つ疑問に思われている方もいらっしゃるかなと思います。そういえば、向上才能ってありましたよね。で、この才能、向上時には振った方がいいのではと、思われている方もいらっしゃると思うんですけど、この才能は必要ありません。めちゃめちゃ弱いです。これ本当レイジ回復ができるわけでもなくて、無駄な効果多すぎるんですよ。あと、部隊全体にかかるバフが多いので、単種という面で見たときに、そこまで高いバフというわけではなくて。ただ、この最後にある、臨床治療は、もうちゃんと優秀です。9% の死亡兵を、重傷兵に変換できるというのは、損耗比で見たときに、しっかりと響いてきますので、欲しいスキルではあるんですけど、じゃあこれを振るために、それまでの才能を取るってなると、めちゃめちゃもったいなくて。で、この 9% を取るために不必要な才能を振ることで、部隊自体は弱体化してしまいます。で、そうすると、相手へ与えるダメージも減ってしまって、こちらが受けるダメージも増えてしまうだけなので、結果的に損耗は増えちゃうんですよね。なので、向上才能は振るべきではありません。私も、ゲーム始めたばかりの頃、この向上才能を過信していて、もうラリー打つときは、もう向上才能を持ってるヒーローを使ってたんですけど、結局被害増えるだけだったので。なので、もうこの向上才能は気にせず、今回ご紹介した、火力型の才能を使っていただくのが良いのかなと思います。では次に、駐屯時の、才能についてやっていこうと思うんですけども、駐屯時の才能。皆さんこれってどうしてますか？私もそうだったんですけど、駐屯に全振りしてる方、結構多いのかなと思います。ただ、一度冷静になって考えましょう。この駐屯才能、全部が全部強いですか？この才能って、非スキルダメージだったり、攻撃された時の非ダメージダウン。これらは本当に優秀です。ただ、ところどころ、正直全く効果ないレベルのものもあるんですよね。例えば、こちらの社会というスキルなんですけども、見張り台のダメージなんて、もうたかが知れてるので、
これいくら上げようが全然効果はありません。で、駐屯才能の最後にある、保護シールドを振るために、途中の駐屯才能が、弱くても割り切って振っていく。これは、ありなんですけど、このシールド効果、一回冷静になって見直すと、これ、大して強くないんですよね。確率から考えるに、約10秒に1回、ダメージ係数1500のシールド効果。これ、冷静に考えたら、そこまで強くなくないですか？まずこのゲームの仕様から、おさらいさせていただこうと思うんですけども、シールド効果というのは、部隊の代わりにダメージを受けてくれます。ただ、例えば、ダメージ係数1500の、シールド効果で、吸収できるダメージの合計が、じゃあ10万だったとしましょう。で、そこで、相手からの基本攻撃で7万ダメージ、食らった場合、普通だったら、7万ダメージが部隊に当たって、その分部隊が、負傷してしまうんですけども、シールドがある場合には、その7万分のダメージを、肩代わりしてくれます。今回の場合だと、10万のシールドがあったと、仮定しているわけなので、10万引く7万のシールドで、残り3万の、シールド効果が、次の相手の攻撃にも、適用してくれるんですけど、これ、じゃあ仮に、10万、吸収できるシールドを貼ってるときに、20万のダメージを受けたら、この場合って、20万のうち、10万のダメージは、シールドが肩代わりしてくれます。ただ、残り10万のダメージは、部隊に行ってしまいます。シールドがあるターンは、無敵になるわけではなくて、超過した分は、しっかりと部隊のダメージになってしまいます。そしてここで、一つ問題があるんですけども、このダメージ係数1500のシールド。これって、効果どれくらいあると思いますか？正直言って全然効果ないんですよ。基本攻撃一回耐えればいいなくらいで、相手とよほど差がある場合は、このシールド効果、かなり大きいと思うんですけども、普通に同格の相手だと、ダメージ係数1500って、もう基本攻撃1回分しか、もう1回分すら、耐えれないのがほとんどなので。で、そうなると、そこまでシールド効果って強くなくて。で、そうなった時におすすめしたいのが、駐屯部隊に振っていくのは最低限にした才能の振り方です。こちら、駐屯部隊の才能ということで、今、ベターになってる、サンダーだったり、友をリーダーにした歩兵駐屯。そして、ルイをリーダーにした形での、火力を優先した、射撃の駐屯ですね。中身の兵士は、全然歩兵っていうこともあるんですけども、リーダーは基本的に、トム・サンダー、もしくは、ルイをリーダーにするのが多いのかなと思います。こちら2パターン、どちらもご紹介させていただこうと思うんですけども、まずは歩兵から見ていきましょう。ただ、ここでちょっとややこしいのが2パターンあるんです。まずは一つずつご紹介させていただこうと思うんですけども、歩兵の駐屯ヒーローって、基本的に、駐屯と、歩兵と、防御の、才能構成ですよね。で、そうすると、歩兵に振った形と、防御に振った形の、2パターンがある、すいません、駐屯をかなり多く振ったパターンと、防御を振り切った形の2パターンがあるんですよ。で、この2パターンは、その駐屯の状況下によって使っていくべきものは異なります。こちらについても、後ほどお話しさせていただこうと思うんですけども、まずは、駐屯に結構振った方ですね。こちらなんですけども、まず、駐屯に合計で28ポイント振っています。
まず、中東のスキルを見ていこうと思うんですけども、まず、もう中東の超優秀スキルの巧みな防衛。こちらは、非スキルダメージをもう大幅に減少してくれる超有料スキルですね。こちらと、攻撃された時に大幅に被ダメージを減らしてくれる同期防衛。こちらを最優先で取っていって、最後の、こちらシェルターの警備員については、余ったポイント調整で振っただけなので気にしないで OK です。もう大事なのは巧みな防衛と同期防衛ですね。少し、この二つのスキルについてお話ししていこうと思うんですけども、まずは巧みな防衛。もうこちらは本当に超がつくほどの優秀スキルで、もう間違いなく中東才能の中で、最も優秀なスキルです。最大で4ポイント、振ることができて、1ポイントにつき、非スキルダメージを 4% ずつ減らしてくれる、もう神スキルですね。非スキルダメージを減らすというのは、めちゃめちゃ価値があって、このゲームのダメージって、8割がスキルダメージと言っても過言ではないので、そのスキルダメージをもう超大幅に減らしてくれるスキルということで、中東才能の中で、もう最優先で振っていきたいスキルになるのかなと思います。そして次に、同期防衛なんですけども、こちらは、攻撃を受けた時に、被ダメージを減少してくれるスキルです。なかなか駐屯してる時に、攻撃を受けるってなさそうに思えるんですけど、これ結構あります。ラリー部隊に加えて、短期部隊でも、攻撃に来る時だったり、ラリー部隊なしで、短期部隊、10部隊くらい集めて、シェルター燃やしに来るとか、ザラにあるので。で、そうすると、どうしても、こちらからの基本攻撃は1体しか当たらずに、こちらのスキルも、基本的に、単体攻撃になる都合上、一方的に攻撃されてしまうというのが、多いんですけども、この同期防衛のおかげで、ある程度、ダメージを減らしていくことができます。毎回活躍するわけではないんですけども、活躍した時の活躍度が、もう飛び抜けてるので、非常にお勧めができるスキルなのかなと思います。では次に、歩兵才能についてなんですけども、もう、騎乗禁止と歩兵防御が欲しかった。これにつきます。まずは、騎乗禁止から、見ていこうと思うんですけども、ラリーの才能の解説で、お伝えした通り、今って、騎兵か射撃でラリーをすることが、ほとんどなんですけども、その相手の騎兵ラリーに対して、ダメージを底上げしてくれるのが、こちらの騎乗禁止のスキルです。このスキルがあるとないとでは、こちらから与えることのできるダメージって、天と地の差なので。なので、ぜひ振っていきたいスキルなのかなと思います。そして、その先にある歩兵防御。これに振ることで、もう、だいぶ被ダメージを減らしてくれるのが、めちゃめちゃでかいです。騎乗禁止を取った後に、歩兵 HP に3ポイント振れば、こちらの歩兵防御に、振っていくことができるようになりますので、歩兵才能はぜひ、こちらの歩兵防御まで、振っていただくのが良いのかなと思います。では次に、防御才能についてなんですけども、こちらはもうバランスの良い戦略とダメージ制御と予防的措置の非スキルダメージ減少がめちゃめちゃ優秀ですね。バランスの良い戦略とダメージ制御で、受けるダメージ全体を、減らしていって、もう予防的措置で、非スキルダメージをさらに減らしていく。非スキルダメージを 2.5% ずつ。これを合計で 10% 減らせるって、めちゃめちゃ価値があるので。
非常に駐屯をする際に、活躍を見込んでいけるのかなと思います。で、このような形で、才能を振っていくと、最終的に8ポイント余りますので、先ほどの駐屯才能にあった、シェルターの警備員に、振っていただいて、レイジの回転効率を上げていただくのが良いのかなと思います。ただ、それでも1ポイント余ってしまうので、そちらは部隊 HP に私は振っています。で、スキル上げの順番になるんですけども、まずは駐屯才能の巧みな防衛。その後に、防御才能の予防的措置。で、その次に歩兵防御を取っていただいて、その後に防御才能のダメージ制御。その後に、こちらの、同期防衛を振っていただいて、その後に、防御才能のダメージ制御を振っていただいて、すいません、もう振ってますね。ダメージ制御振った後に、同期防衛振っていって、で、その後に、最後にシェルターの警備員ですね。失礼しました。こちらの順番で振っていただくのが良いのかなと思います。で、こちらの駐屯才能なんですけども、使うべきタイミングは、ズバリ、自身のシェルターの防衛時です。大都市や見張り台の防衛ではなくて、自身のシェルターの防衛時に、この才能は使っていきましょう。あくまで、シェルターの防衛時って、戦闘開始時と戦闘終盤の総兵数って、そんなに変わらないので。で、そのような場合で、相手にダメージを与えることよりも、自身の損耗を、減らしていきたい方は、こちらの才能を、使っていきましょう。じゃあ、大都市や見張り隊の防衛時はどうするべきかというところですよね。で、大都市や見張り台の防衛時に、お勧めしたいのが、こちらの、防御に振り切った方です。まず、歩兵才能は変わってなくて、駐屯才能を、非スキルダメージ減少の巧みな防衛で留めています。で、その代わりに、防御才能の分類まで、振り切った形になるんですけども、これなんで分類を取ってるかですよね。これ、なぜかというと、この分類効果。大都市や見張り台の駐屯時に、かなりの活躍を見込んでいくことができるからです。これ私の勘違いだったら、大変申し訳ないんですけど、この 30% という条件。普通に考えたら、例えば大都市って駐屯上限が300万人なので、そのうち90万以下になったら発動するスキルのように思えるんですけど、この残りの兵士数、この残りの兵士数の分母となる部分って、戦闘に参加した兵士数の合計になるんですよ。大都市や見張り台にラリーをしているとき、相手は赤ゲージなのに、相手がどんどん兵隊を足すから、ゲージ上では赤ゲージでも、兵隊がもう100万人、200万人残っている。このようなことを経験された方、かなり多いのではないでしょうか。で、これ、なぜそのようなことが起こっているかと言いますと、あのゲージって、戦闘に参加したすべての兵士の合計のうち、今、どれだけの兵士が残っているかを表しているんですね。なので、例えば300万人の駐屯で大都市を守っているとき、相手から攻撃されて、こちらの兵士が100万人減ってしまって、200万人になったとしましょう。じゃあその時に100万人まだ足していったら300万人いる状態に戻るわけなので、駐屯上限から見た時は、300万分の300万で 100% いる状態になるんですけど、もともと300万いた状態に100万人足しているわけなので、戦闘に参加した兵士の合計って400万ですよね。なので、400万分の300万。
すなわち 75% の兵士が残っているという扱いになります。で、そのように考えていったときに、大都市や見張り台で相手からの長期的なラリーを受けている場合って、この条件、かなり達成できるんですよ。で、そうなると、基本攻撃をしたときに、毎回、令状24回復できる超優秀スキルになるんですよね。ここはちょっと、難しい話になるので、長期戦になると、この分類が輝くので、見張り台だったり大突戦など、長期戦になりやすい場合には、こちらの防御才能を振り切っていただいて、分類を取っていくというのも非常にありなのかなと思います。で一応、上げていく順番としては、まずは駐屯才能の巧みな防衛。で、その後に防御才能の予防的措置。こちら振っていただいて、で、その後に歩兵防御まで振り切っていただいて、残りは防御に振っていただくのが、振り切っていただくのが良いのかなと思います。では次に、射撃部隊の才能を見ていきたいんですけども、もう射撃部隊の駐屯ヒーローといえば、ルイとジェイコブですよね。で、彼らの違いって、ルイがスキル才能。で、ジェイコブが防御才能を、持ってるわけなんですけども、ジェイコブはリーダーでは使いません。これなぜかというと、まず射撃で駐屯する。すなわち火力を出したいわけなんですよね。落とされないことを最優先にするんだったら、射撃才能より歩兵才能の方が絶対に硬いので。で、そうなると、火力を優先するんだったら、ちゃんとそれを、貫き通すべきですし、じゃあ火力を、射撃才能で確保していって、防御才能を振っていくって、正直強くないんですよ。あくまで射撃才能って、スキルの火力を底上げするための才能で、そうなるとやっぱりスキル回転っていうのも非常に重要になってきますので、で、そうすると、スキル回転は、スキル才能がもうズバ抜けて優秀なので。なので、その才能構成を持っているルイを見ていきたいと思うんですけども、まずは、こちら、駐屯才能は最低限。先ほどの歩兵才能の時の分類と同じ方ですね。巧みな防衛に振っていっていただいて、でも射撃といえば、高精度の爆破を取るための才能なので、こちら、振っていただいて、で、残りはスキル才能に振っていく。こちらで OK です。で、これ捕食者の怒りを全部振り切れないんですけど、かといって、射撃才能を削るわけにもいかないので、苦渋の決断ではあるんですけども、これはもう3ポイントで問題ありません。で、才能振りの順番になるんですけど、もはや、定番となりつつある巧みな防衛。こちらを最優先で、振っていただいて、その後は捕食者の怒りを、3レベルで、止める感じで振っていただいて、最後に、射撃才能に振っていただくのが良いのかなと思います。ではこちらで、駐屯時の才能については以上になります。結構この駐屯才能、振り方違ったわという方、多いと思いますので、ぜひ今回の動画を機に、見直していただければと思います。では最後に、移動速度特化の野戦部隊の才能について、見ていこうと思うんですけども、移動速度特化。すなわち、タイルキルやバウンティ、ウォーター戦争で相手から逃げることを最優先とする場合ですね。結局この部隊って、相手からすると、もうめちゃめちゃストレスで、倒しきりたいのに、足が速すぎて逃げられちゃうんですよ。特にウォーターなんかはそうなんですけど、
水を持って逃げれば勝ちなので。で、タイルキルも別に火力が必要なわけではなくて、相手の兵数って少ないので、そんなに火力なくても全然殲滅できるんですよ。で、そうなった時に怖いのって、相手からの援軍で、その相手からの援軍に捕まらないことを優先した才能の振り方をしていきます。で、こちらの、移動速度特化の場合には、こちらの野戦才能が必須になります。もうこの野戦才能で逃げまくります。で、現状、こちらの野戦才能を持っているレジェンドヒーローはシンシアのみで、エピックヒーローも、パックだけなので、ゾンビハンターと、騎兵才能とのセットとして、今回お話しさせていただければと思うんですけども、もう、とにもかくにも、野戦才能全振りです。こちらですね。こちらになるんですけども、最後の、行軍戦略。戦闘中は移動速度下がってしまうんですけど、戦闘しないので、少なくとも、行軍中に戦闘は基本的にしていかないので、もうそれよりも、逃げることを何よりも大切にしているのが、この才能です。相手を追撃して倒し切りたいんだったら、騎兵の火力才能を使って、ベラ使っていけばいいので。なので、もう野戦部隊の、才能に全振りしちゃって OK です。で、この野戦才能は、移動速度アップもそうですし、相手からの減速効果を、確率で無効にしていったり、撤退したら、さらに、こちらですね、移動速度が上がっていったり、もうともかく、逃げることに関しては、超一流です。そして、ゾンビハンターの才能に4ポイント振って、移動速度アップも取っていきます。そして残りは、騎兵才能に、振っていって、こちらの高速移動を、取っていきましょう。50% 以下になると、移動速度が上がるスキルなんですけど、もう特に、もうウォーターだったりバウンティは、もう 50% になっても逃げれば勝ちなので。もう生き残れば勝ちなので、もうこのスキル、めちゃめちゃ価値があります。なので、こちらに振っていただいて、最後余ったポイントは、もう移動速度に振っていけないので、こちらの後方突破に振っていただいて、少し火力を上げていただくのが良いのかなと思います。で、才能上げの順番は、今回お話しさせていただいた通りで、野戦才能をまず上げ切って、で、その後にゾンビハンターの移動速度。で、最後に騎兵才能の高速移動を振り切っていただいて、最後にこちらの後方突破に振っていただくのが良いのかなと思います。はい。ということで、こちらで才能についての解説は以上になるんですけども、結構この才能ぶり、奥が深いです。正しく振ることで、そのヒーローの進化を発揮していくことができますし、特に駐屯するときに使うヒーローを野戦でも使っていく場合には、その都度振り直す必要があります。このようにセットに登録しておくとかなり楽ですし、才能リセットチケットは同名ショップで購入していけますので、適宜変更していただければ嬉しいなと思います。すいません。適宜変更していただくのが良いのかなと思います。今後も環境次第で少し調整をしていくことはあると思うんですけども、今回ご紹介させていただいた才能ぶりがベースになると思いますので、参考になれば嬉しいなと思います。では、今回の動画はこのあたりで締めたいなと思います。次回は待望の新ヒーロー、宮本道一がこの動画を投稿させていただいた翌々日に入手可能になりますので、その日に詳細解説をさせていただこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。
では、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、めちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。